は、りさです。今日は私の母の車の軽自動車で車中泊に行こうと思います。以前一度この車で車中泊をしたことがあるんですけど、意外と快適に過ごすことができたので、今回は釣りに行ってこの軽自動車で車中泊をしようと思います。軽自動車に乗ってるけど車中泊してみたいなって方の参考になればと思うので、よかったらチェックしてみてください。この車はダイハツミラです。ゴールデンウィークでお母さん仕事休みだったので借りてきました。車の中はこんな感じ。商用車とか営業車としても使われることが多い車なので、こんな感じで後ろの席がね完全に倒れてフラットになるようになってます。ここのスペースでね結構飲み食いしやすい感じなんですよね。あと高さもね意外とあって、私がこう背中をまっすぐにした状態でも頭がぶつからないくらいの十分な高さはあります。ちなみに運転席はこんな感じでとってもシンプルです。このレバーをねくるくる回して窓を開けたり閉めたりするんだよね。初めて乗った時これびっくりしました。じゃあ今からこの車でどんな感じで寝るのかを実践してみます。ここにねレバーがあるんですけど、よいしょ、これを上に上げると席が倒れて、よいしょよいしょ、こんな感じで前に出すと結構広いスペースができるんですよね。こっち側足にしてこんな感じで寝っ転がることができます。私の身長が168センチあるんですけど、それでも全然寝れますね。足はその前の助手席にちょっと当たる感じにはなるんですけど、これでも問題なく寝れました。今回は海釣りでお魚を釣るために日本海側に向かいます。今日の晩ご飯は現地調達する予定なので、食べ物は何も買ってません。釣れないと晩ご飯抜きなので頑張ります。いつもは枝豆号っていう車高が高い車に乗ってるから、この車は車高が低くて地面との距離が近い感じがしてちょっと怖いです。でもね軽くアクセル踏むだけで結構進むから運転はしやすい。漁港に到着しました。今ねちょうどゴールデンウィークの日曜日なんで、もうね車止められないくらいびっしりいます。人がいっぱいいるんですけど、なんかもうちょっとしたら場所が空きそうなので、場所が空いたら車を止めて、そこの目の前で竿を出して釣りしようと思います。使う仕掛けはこちら、ちょい投げ簡単サビキセット、これを使います。今ね朝間詰めでも夕間詰めでもないちょっと微妙な時間で、周りの方もあんま今釣れてないような感じですね。今ニシン狙いでサビキをしてるんですけど、もしあまりにも反応がなかったらロックフィッシュの竿とか持ってきてるんで、ジグとか使って
ホッケとかを狙うかもしれないです。多分今着いてから30分以上やったかな。結構ふんだんに餌を入れてるんですけど、一回も当たりがないですね。ニシンまだ来てないのかな。そしてめちゃくちゃ寒い。まだ上の方にさ、雪残ってるもんね。寒い寒い。でもご飯釣りたい。ロック竿でワームつけてやってます。おおおお、よし、乗った乗った乗った。なんか当たりました。やっと合わせられた。なんだろう。おお、釣れた。やったー。じゃーん、これはアイナメかな。アイナメ釣れました。釣れました。ようやくお魚釣れました。30センチくらいの、これはアイナメですね。結構淡白な味なんですけど、これは食べられるお魚です。今日の晩ご飯にありがたくいただこうと思います。あ、全然大丈夫です。ちょっと開けるよ、ここで。はいはい。おお、逃げちゃう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 。よいしょ。ありがとうございます。ダメダメダメ。はい。ありがとうございます。あ、そうなんですね。すいません、ありがとうございます。晩ご飯にします。やった。今釣りが終わって車に帰ってきました。でね、釣り終わって帰ろうとしてた時にすれ違った人に「釣れたのかいなんか」って言われて「油子1匹でした」って言ったら、もしよかったらちっちゃいカレー黒頭いるからそれも一緒に持ってくかーいって言ってくれて、なんとカレーをゲットすることができました。なので親切な方のおかげでちょっと晩ご飯が豪華になります。これからね、お魚さばいたりとかお酒飲んだり車中泊をしようと思うので、車中泊できる場所に移動します。結構遅くなっちゃった。この車は後ろの3方向は目隠しのスモークが貼ってあるんですけど、この運転席側の方は何もスモーク貼ってない状態なので、寝る時とかちょっと見えちゃったら嫌だから、枝豆号でいつも使ってるこのマグネット式のカーテンを持ってきました。よいしょ。これで OK。これが私が釣ったアイナメと、帰りにもらったカレイです。釣ってすぐに内臓を出して頭は外してます。
サイズはね、頭落とす前は35センチくらいだったかな。カレイは本当に手のひらサイズって感じ。今からこれをね、唐揚げにしようと思うんですけど、唐揚げにするにはちょうどいいサイズ感です。命に感謝。油粉はぶつ切りにして、カレイはそのまま丸揚げにします。よいしょ。よいしょ。よいしょ。火が通りやすいようにバッテンだけ入れておく。この包丁よく切れるわ。わーお！見て。すぐ内臓出したからめちゃくちゃ綺麗で新鮮。超美味しそう。よし。骨も結構簡単に切れました。よーし。イエイ。あっという間にさばき終わった。この唐揚げの粉をまぶしていきます。てか軽自動車の中でさ、自分で釣った魚さばくってなかなか面白いよね。よし、こんな感じで袋に入れて、ほい、シャカシャカチキンのように振る。よし、こんな感じでうっすら綺麗にまぶせました。よいしょ。じゃあお魚揚げていきます。今火使ってるんで前の方窓2箇所開けてます。よし。じゃあまずいただき物のカレイからでい。
油子とカレイの唐揚げ完成。今日のお酒はキリン一番搾りのホワイトビール。なんかこれね、最近多分出たやつだと思うんだけど、美味しかったからまた買っちゃった。五臓六腑の五臓六腑のツボ。よし、ではでは乾杯。うまい。爽やか。レモンを絞っていただきます。じゃあまずは油子から。うまっ。めっちゃおいしい。うまっ。取れたては最高だね。なんかね、油子は結構淡白なお魚なので、こういうガツンとした唐揚げの味はめちゃくちゃ合うね。骨もね、ポロッと取れて食べやすい。ホクホクで柔らかい。よし、お次はカレイ。いただきます。カレイは味が濃い。うまい。油子よりもね、なんか繊維が細かい感じ。ホロホロっとしてる。このヒレの部分も香ばしくて美味しい。パリパリです。うまいね。最高。釣り場で魚くれたお父さんと釣れてくれた魚に感謝だわ。ごちそうさまでした。車の中とかキャンプ場とかでこんな感じで揚げ物やって多めの油ってめっちゃ処理困ると思うんですけど、私はいつもね、100円ショップとかに売ってるこんな感じの油を吸う吸う綿みたいなやつがあるんですけど、これをね持っていくと
めちゃくちゃ油吸ってくれるんで、揚げ物のね、後始末に困りません。なので、いつでもどこでも揚げ物が楽しめます。ピュッピュッピュッピュ。よし、いい感じだぜ。ほい。よし。こんな感じで油捨てれました。軽自動車の車中泊って結構窮屈かなって思われがちだと思うけど、意外と魚をさばいたり揚げ物をしたりっていうスペースが実はあったりします。いつも枝豆号でやってるけど、たまにこういう違う車で車中泊すると私も楽しいんだよね。よいしょ。よっこらしょ。よいしょ。今日は久しぶりに海釣りをして、美味しいお魚を食べて、とても楽しい一日でした。ただね、ちょっと海がめちゃくちゃ寒くって、ちょっと疲れたのでもう寝ます。おやすみなさい。よいしょ。ポチッと。